それではスタートいたします。今日お聞きの先生方、皆様若いので、日本において、子どもたちの入試の虫歯洪水時代があったなんていうのはちょっと信じられないかもしれないんですけど、昭和30年、40年時代は、日本も虫歯の洪水時代でした。で、戦後甘いものが自由に食べられるようになりましたので、どの子も非常に虫歯が多くて、私は卒業後小児歯科を選びましたので、来る日も子どもたちの虫歯を治療してましたし、だけども治療した乳歯の虫歯がまたすぐ再発したり、やってるうちに新しい虫歯が発生したりするということで、子どもたちを目の前にして本当にどうすればいいんかなという悩みの日々でした。そして乳歯虫歯っていうのは永久歯の右食と全く異なっていて、非常に進行が早いですし、広範性であるということで、永久歯の右食とは大変違っております。で、そして、局所的に噛めないというようなことを心理性の問題というほかに、全身の成長不良を引き起こすと、そういう状況まで、至りますので、本当にこの虫歯は何とかしなければならないと思いました。で、それで、当時、硝酸銀が汚職予防に用いられてたんです。いわゆる私たちは都銀法と言ってましたけれども、で、それで、先生方、衛生士の先生方も含めて全員がよく知っているように、歯の酵素式の主成分はハイドロキシアパタイトです。そのハイドロキシアパタイトにフッ化物と負ですね。そうしますと、歯の表面にはフッ化カルシウムが沈殿しますけれども、歯の大切な成分であるリン酸イオンが流出してしまう。また、脂質に硝酸銀のようなものを作用させますと、リン酸銀として、リン酸イオンはそこに沈着しますけれども、大切なカルシウムイオンが流出してしまうということです。で、このようなリン酸イオンやカルシウムイオンを歯の大切な脂質から流出させてしまうことは、ダメですし、望ましいことでないですし、そして、私はその銀の非常に強い殺菌作用というものに注目しました。で、フッ素イオンと殺菌性の強い銀イオンを組み合わせることを考えて、フッ化銀で実験を始めたんですけども、フッ化銀というのは腸解性が非常に強くて、溶液を作ろうと思って測りで測っている表量しているうちに空中の水分を含んでどんどん重くなってしまうし、そしてピンセットとかの金属を腐食してしまいますし、そして銀イオンが金属銀として沈殿してしまいます。つまり臨床でフッ化銀は使えないなということを、私は毎日フッ化銀で仕事をしているうちにそういうことに気がつきました。で、それで、当時の東洋製薬化成、に、なんとか使える物質にできないかということで、アンモニア銀にすれば安定するということで、試薬のフッ化アンモニア銀を作っていただきました。ここに試薬と書いてますね。これは私が大学院生時代に使っていた、私は小児歯科で臨床するとともに、大学院生ですので、仕事をしていたその時の試薬ですね。いまだに手元にこれ残ってます。非常に懐かしいです。そして、脂質の無機質であるハイドロキシアパタイトに、
フッ化アンモニア銀を作用させると、これ脂質ですね。先ほどのハイドロキシャパタイト。そして今、このフッ化アンモニア銀は、インターナショナル国際的にはフッ化ジアンミン銀と言いますね。私はその当時、フッ化アンモニア銀という名前で呼んでましたけども、フッ化モノ D3 の G っていうのはこのアンモニアイオンが2つあるということで、フッ化ジアンミン銀。そして、国際的には、フッ化ジアンミン銀という名前で使われますけれども、フッ化アンモニア銀とフッ化ジアンミン銀とは全く同じものです。で、それを表面に、歯の表面に塗布しますと、リン酸銀とフッ化カルシウムがそこに沈殿し、そして、アンモニアイオンとか OH、これは流れていく。で、先ほど述べましたように、大切なリン酸イオン、そして大切なカルシウムイオン、ともにフッ化ジアンミン銀を作用させることによって、歯の表面に、歯に残るということが、X 線解説で証明し、そして、右食感受性ラットというのがあるんですね。非常に右食になりやすいラット。で、そこにダイエット2000という右食の非常に後発させるダイエットを食事として与えて、そして実験するんですけども、そこで、その実験するときにですね、右食感受性のラットの M1、M2、M3 に可動形成するために私は人間の人の歯で使うインバーテッドコンバーというのを工夫しまして小さくしてラットに可動形成してそして、ダイエット2000で、実験したんですね。でそして、右食の発生率は62%、進行抑制率は70%抑制するということを動物実験で証明いたしました。で、それで、今はちょっと、いわゆるインフォームドコンセントとか倫理規定等々でちょっと考えられないんですけども、50年も昔は、患者さんの保護者に頼んで、実際の子どもさんにですね、片方の同じ人の片方に、蒸留水、それで片方にフッ化ジアンミン、フッ化アンモニア銀ですね、をするというようなこと。で、両方にフッ化アンモニア銀をするというような、コントロールとして10子、それからリン酸、フッ化ジアンミン銀、フッ化アンモニア銀で30子ということを臨床の仕事をしてみました。臨床の試験ですね。臨床試験をしてみました。で、そうすると、本当にきれいにその効果が出ました。フッ化アンモニア銀を作用させた歯ですね。これは歯の右食の虫歯の広がり、どれぐらい広がっていくかということで、一番初め虫歯であった面積、これは特別なカメラですね。規定のカメラも、カメラも自分できちっと作成しましてですね、企画写真が撮れるカメラということで固定して、そして初めの虫歯の面積を1としたときに、フッ化ジアミン銀を作用させた方は、もう全くと言っていうほど、虫歯の広がりはありませんでした。少し広がっているというものもありましたけども。そして、コントロールの方はどんどん虫歯は広がっていくということです。で、そういうことで、基礎実験、X 線解説なんかの基礎実験、それから動物実験、それから臨床試験等々を合わせて、1969年に、
私の学位論文を発表いたしました。で、それで、その後ですね、学位論文の69年、70年にですね、70年に B ブランド、先ほど見せました東洋製薬が B ブランドメディコデンタルという今名前になってますけど、東洋製薬と全く同じですけど、で、そこに、で、サホライドの38% のサホライド溶液というものが臨床的に応用されるようになりました。で、そして、このスライドはちょっと乱れてて申し訳ないんですけど、実際に、フッ化アンモニア銀を右食病巣ですね、作用させるときには、この軟化象牙質が非常に大切ですので、軟化象牙質を決して取らないで残してくださいということなんですね。で、フッ化アンモニア銀が世の中に出てきたとき、50年前ですね、臨床の先生方が、この、歯医者さんですから、右食素を取るのは当たり前と思ってたんですね。で、右食素を取って、フッ化アンモニア銀を作用させますと、これは、右食病巣があって、その下の、ここは象牙質ですけど、そこはまだ細管、デンティンテュブルスが開いたままですよね。ですから、ちょっと話を戻りますけど、初診時に可動形成して充填する。これ従来の方法だったわけですね。で、そうしますと、広い右食細、象牙細管がありますから、これを取るためにも麻酔しないと取れませんよね。無痛処置はするためには必ず麻酔が必要であった。で、そして、こういう軟化象牙質を取って可動形成しますと、痛みはありません。麻酔してますから。ですけれども、必ず歯髄への影響はあります。で、可逆性の軽い炎症であったとしても、ここから歯細管から反応しますので、ここに歯髄への炎症を起こす。そして、ここにきちっときれいな可動形成して、そして、充填ですね。充填したとしても、原因除去、虫歯になった原因除去がなされていないために、二次右食がすぐ発生するというのが特徴ですね。ですから、そういうことにならないために、軟化象牙質を残して、そして、フッ化アンモニア銀を塗布して、すぐ虫歯の原因を除去する教育を行うと。で、適正な甘いものの摂取、そして歯磨き習慣を確立させること。で、こういうことをして、1週間、2週間、3週間ですね、ずっと、塗布して置いておきますと、その間に、がんと食品ですね、甘いものの摂取することの適正な習慣に持っていき、それで歯磨き習慣を確立していく。で、そういう間に象牙細管が封鎖していくんですね。で、私のその時50年前はですね、黒くなっていても、後で述べますように、いい点もありますので、必ずしも永久歯になるまでに乳歯に、充填をするということはなかったんですけど、やっぱり審美性というものは非常に尊びますので、乳歯であっても虫歯で黒くなっているという、フッ化ジアミンに塗布してますから黒くなっているので、それを好まない場合にはグラサイノーマーセメント。で、グラサイノーマーセメントにはフッ素が含まれてますから、フッ素が除胞して、二重食も予防しますしということで、こういう処置をするということをしておりました。で、フッ化アンモニア銀、フッ化ジアンミン銀の塗布後はですね、こういう状態になります。で、そしてそのために右食病巣が黒くなりますから、はっきりわかるんですね。
で、このお子さんの場合には、ここに右食があることをお母様はご存知ありませんでした。でも歯医者さんはここに右食があるということ分かってますか？塗布するときに、ここにもここにもずっとサホライドを塗布したんですね。で、そして右食でないところは染まりませんが、右食であるところは染まりますから、お母様に、ここにも虫歯があったんですよ。だから歯を磨くときにはここだけじゃなしね、しっかりここも磨いてくださいませねということを教育で使えるわけですね。で、デンタルプラークは染め出し液で染めないとはっきり見えませんよね。白っぽいプラークですから。ですけど、ここで分かりますように、ここでちょっと分かりますね。この人は、西野に見せなければならないと思って一生懸命磨いてこられたんですね。ところがここにまだプラークがちょっと残ってますよということを見せることができるんです。だからお母様もうちょっと歯磨き丁寧にされた方がいいですね。ここに残ってるの見えますでしょうということを見せることができるんですね。で、そういうことをしているうちに先ほど申しましたようにデンタルチュブルス、象牙細管が封鎖していくということになります。で、これはクインテッセンスの去年の9月ですね、2個に、掲載してもらったものなんですけども、日本生まれの虫歯抑制剤サホライドに世界が注目していますという記事だったんですね。で、その記事の中にですね、日本のサホライドですね。日本のサホライドは現在もロシアとかモンゴルとかエジプトとか、それからブラジルとかメキシコとかに、あるいはフィリピンなんかも行ってますね。そしてあちこちに輸出はされてます。輸出はされてますけれども、このサホライドはすでにもう特許の20年切れてますから、後続品を出すことができるんですね。で、アメリカではアドバンテージアレストという、これ現在使われております。そしてブラジルでも開発し、そしてオーストラリアでもインドでも、つまりこんだけ後発のフッ化ジアンミンギが出るということは、世界中に虫歯の子どもたちがまだたくさんいるということ、現在いるということなんですね。で、そのために WHO のミレニアムゴールとして、フッ化ジアンミンギ、シルバーディアミンフローライド、国際的のは SDF という、略称で書かれることが多いんですけども、安全で効果的で、そして非常に有効であり、そのためにカリエスアレスト、右食の入試虫歯のことですけど、入試虫歯の停止、抑制ですね、進行抑制、並びに予防に非常に、ミレニアムゴールのクライテリアですね、に当てはまるものである。つまり、WHO は入手食の進行抑制並びに予防にフッ化ジアンミンギンを使うことを推奨しているということになります。そしてこれマッコ先生なんですけど、西マッコ先生が2016年にスウェーデンのマルメ大学に私を連れて行ってくださいました。そしてこのダン・エリクソン先生ですね。エリクソン先生に紹介してもらって、でこの先生とこの先生、これはカリオロジーの先生方ですけど、今エリクソン先生に私は先ほど言いましたサホライドですね、フッ化ジアミンギ、フッ化アンモニア銀を入試、人の入試ですね、人の入試の象牙質やエナメル質の粉末にして、こういうところにいて X 線解析をすると。で、X 線解析をしたら、先ほどのようにリン酸、ですね、と、それからカルシウムは溶出しない、
フッ化カルシウムリン酸ギとして沈着するんですよというようなこと。それからラットの歯にコインバテドコンバを工夫して、塗布して汚職予防したんですよ。それから臨床はこういうことをしましたということをダン・エリクソン先生に説明しているところですね。他のお二人の先生方、それからマッコ先生も聞いてくださってました。で、そういうことで、ダン・エリクソン先生は、これは今日お聞きの先生方全員ご承知の通りに、スウェーデンは汚職予防大国スウェーデンですね。そういう汚職予防大国スウェーデンだからこそ、70代、80代の方もほとんどご自分の液種持ってらっしゃるんですね。ということは、高齢者になると生理学的に唾液が少なくなったり、あるいは生理学的に、歯肉のラインですね、が少し下がってきます。で、あるいは私も含めてですけど、高齢者になってくると、何か薬を飲んでるんですね。血圧硬化剤とかね。で、高圧剤とか、そういった薬のせいもあって、唾液が少なくなり、歯肉ラインが下がるということで、歯茎部が露出してくると。で、歯茎部が露出してくるところに、非常に汚職予防に大切な唾液が少なくなると、歯茎部食というものが発生する危険性が非常に高いんですね。スウェーデンも同じのようです。で、そのために、ダン・エリクソン先生が70歳以上の高齢者に対して、歯茎部の汚職、すでになっている汚職の進行を抑制するか、そして汚職を予防するかということの臨床試験、治験ですよね、をしていらっしゃいます。で、日本でも根面汚職というのが非常に今注目されていますよね。で、そのために今、お聞きの先生方、歯科衛生士の先生方も、ここの歯茎部汚職のところに、フッ化ジアミンギ、こういう汚職が出てくるので、フッ化ジアミンギを塗布していらっしゃる先生もいらっしゃるかもわかりませんね。で、この汚職治療ガイドラインですね、日本の歯科保存学会が編纂している第2版に、38% のフッ化ジアミンギ塗布は乳歯汚職の進行抑制、象牙質の近く過敏ドンマ、先ほどの申しましたように、デンチンチュブルスを閉鎖しますので、汚職知覚過敏のドンマ効果があるんですね。それから根面汚職の一時予防、あるいは進行抑制に効くということがガイドラインにきちんと出されております。で、非常に短くて、むしろ私はこういうことを、私の喋ったことを土台に、質疑いろいろ話し合っていただければ良いと思って、あまり長くならないようにしています。で、ここで私は、マキコ先生にバトンタッチしますので、どうぞよろしくお願いいたします。西野先生、本当にありがとうございました。大変もう貴重なお話を聞かせていただきまして、もう、なんと感謝してよいか分かりません。お一人からちょっと質問がありまして、はい、昼間先生から大変参考になります。感染脂質のみ刻変するのはなぜでしょうっていうふうにご質問があり、私もそれ聞きたいです。教えていただけると嬉しいです。はい。感染脂質で、まずエナメル質は、フッ素も、フッ素は入っていくんですけども、銀が入っていかないんですね。で、銀が刻変する原因ですので、銀が入っていかないということで刻変しません。そして、象牙質の中でも銀が入っていくのは、象牙質の中には、あれがありますよね、コラーゲンが。で、コラーゲンが変質していると銀が入っていくんですけど、
コラーゲンの変質していないところには銀は入っていきません。そのために黒変しないということで、病巣になっていないところは黒変しないということになります。ということは、はい、右食検知液としても使えるってことですね。そういうことです。そういうことです。そういうことです。ですから、右食象牙質にフッカジアミンギを塗布して、それで、まあ、1ヶ月、2ヶ月置いときますと、その右食象牙質は硬く、皮用になるんですね。乳歯のこと言ってるんですけど、永久歯の象牙、あれには染まりますからつけませんから、乳歯、右食象牙質にフッカジアミンを塗布します。そして、その時は、塗布する前は先生方ご存知のように、ぐちゃぐちゃに柔らかいですよね。その柔らかいのが2、3ヶ月経つと、これは非常に皮用に、なめし皮のように非常に硬くなります。ですから、その軟化象牙質を取るのにスプーンエクスカでクリッと取れます。もう一回塊でクリッと取れるんですね。で、クリッと取れますと、そこに下に象牙質が見えますが、少しなんていうんですかね、薄く染まってる。で、そこのところは、ぐにゃぐにゃの象牙質じゃないけども、少し軟化している象牙質ですね。ほんの少し軟化している象牙質の中には、細菌はいませんから、それを置いて、その上に充填することができるんですね。だから、ぐにゃぐにゃになっている象牙質は絶対コロッと取りますけども、その後、グラサイオノマセメントなんかで充填して良いということになります。で、今、マキコ先生、西先生がご質問ありましたように、じゃあ、右食象牙質の治験液になります。検知液ですね。なりますね。もうその通りです。なります。素晴らしい。それは、赤く染める、カリエスディテクターありますけど、はい、ちょっと健全なところも染まりすぎちゃうので、よく注意するように言われますけれど、そうですね。フカジアミンギンだったら、割とそこはっきりと分かりそうな感じですね。はい、そうです。先生おっしゃるように赤く染まる、あれ、少し余分に染まるから、削り染ますぎないようにってよく注意されますよね。で、そういうことはフッカジアミンギンではありませんので、大丈夫です。そうですか。ありがとうございます。あと、畑先生からのご質問で、床とか壁にうっかりこぼしたときについた色を除去する方法ございますかということなんですけど、これ、その床とか壁で着色するというのは、健全な脂質では着色しないのに、どうしてあれなんでしょう。そうですよね。爪とかはもちろんで、そして床なんかにも、いわゆる診療台の上、フカジアミに置いといて液こぼしたらそこ染まってしまったということで、困ったなという質問ありますよね。あれはどうして染まるんでしょうかね。で、今、クリーナーが。クリーナーが出てますよね。で、クリーナーに 1液、2液があるんですけど、で、これで、取れますけども、完全に取るためにはなかなか難しいんですね。こぼしてすぐだと、すぐ取れるんですけど、こぼしてだいぶ置いといて、なんか汚いな、だから取ろうと思った時には、クリーナーで1液、2液で一生懸命してもなかなか取れない。で、このご質問には残念ながら、なんで染まるんだろうなということも疑問ですし、もう要するに、こうしたらすぐ拭き取るということが大切だなということですよね。で、私が仕事してた時は、爪に染まったりして注意してましたけど、もう私たち現在は手袋しない歯科医師、歯科衛生士がいませんので、自分の爪を染めるという心配はないですけれども。なるほど。そうですね。クリーナーがね、同じ会社からはい、そうです。出てるんですよね。はい。でもそれでもやっぱりすぐに対処しないと跡が残るという。そうですね、そうですね。ありがとうございます。
あと、もう続々とご質問来ていまして、でも時間がね、限られてきて申し訳ない。でも次回にちょっと先生、もし、はい。参加してくださったら、次回にちょっとこう、続けていこうかと思うんですけれど、保存しておきましてですね、はい。次の、本当にどんどん続々と来ております。そうですね、ちょっと、読み切れないので、はい。私の方から、せっかくなので、大学院生のね、人はい。向けにって言って、日曜のフィーカ始めまして、で、先生の大学院のプロジェクトっていうのが、まあ、ここまで、完成されたもので、そしてもう50年以上後になって世界中でこう注目されてるっていうことでね、いっぱいそのプロジェクトの間にはご苦労もあったと思うんですけれど、そのPhD を完成された時に50年後にこうなるって思ってらっしゃいました？全く思ってませんでした。で、それと私、今になって思うのは、今の先生方は想像できないですけど、それ、日本語で発表したことが大変残念だったなと思いますね。やっぱり、英語で発表しておくべきだったと思います。でも、この時、50年後の今は世界中でこんなに取り上げられると思っていなかったので、今私は非常に歯医者さん冥利に尽きるなと思って喜んでます。その後もね、先生のキャリアの中ではいろんな研究の成果も出されて、で、まあ、教育の成果も出されて、で、日本で初めての女性の歯学病院長になられて、いっぱいいっぱいたくさんの業績残されたんですけれど、まあ、今でもまだお仕事もされ、モンゴルでのね、プロジェクトもされて、それも論文に出されて、まあ、フッカジア民銀だけの話ではないんですが、この先生の研究者としての第一歩がもうここまで持続してるっていうのは本当になんて誇らしい、この同じ日本人としてなんて誇らしいことだといつも思っております。で、何か大学院生のまあ人たち苦労もいっぱいあると思うんですけれど、先生は何かその英語で発表したらいいっておっしゃった以外に何かこうアドバイスとかしてくださると嬉しいんですが、どうでしょ皆さんが大学院の、研究大学院生でなくてもですけども、う？研究は苦労するものなんですよね。で、その苦労を楽しんでもらいたいなと思います。うまくいかんかったら、なんでこうなってしまうのかなということを、考えるチャンスになりますので、どうぞ、それは、ピンチはチャンスですので、どうぞ頑張っていただきたいと思います。必ず成果は出ますので。そうですね。その先生のフカジア民議を発見される時までも、そのフッカ銀が臨床で使えないとか、そういうハプニングが終わりだったんですよね。そうなんです。うん、フッ化銀を使っているときは、戸棚の下にですね、机の上では仕事できないので、沈殿してしまうので、戸棚の下に頭突っ込んで毎日、実験してたりしました。でも、やはりフッ化銀っていうものは、臨床に使うにはこれ無理だなということで、フッ化アンモニア銀になったんですけども、やっぱりフッ化銀を自分で注文してですね、持ってきた時に、これで絶対虫歯は抑制できる、止めることできるなって、銀の力は強いんだからと思ったんですけど、やっぱりフッ化銀で苦労しました。そこをピンチをチャンスに変えて、こんな素晴らしい製品が出来上がって、もう時間がなくて、これで途中でプチって切れてしまいそうなので、はい。ここで本当に皆さんと代表しましてお礼を、もうこの犬も一緒にじっと聞いてました。本当にありがとうござい牧ました。野先生、本当に過分な紹介、いろんなコメントありがとうございました。本当にありがとうございます。まくらたちゃんもありがとう。また来週、再来週と質問にまた答えていただけると嬉しいです。はい、でははい。皆さん、本当にご清聴ありがとうございました。I love you and leave you. バイバイ。誠にありがとうございました。
西野先生、続きなんですが、はい。山根先生から、サホライドは除痛作用もありますか？カリエス処置前に塗布するのはどうですかということなんですが、いかがでしょうか？はい。除痛作用はあります。というのは、カリエスを処置する前に、塗布しておいて、そして、すぐ処置するんじゃなくて、2週間、3週間と起きますが、その間に視細管封鎖が起こります。で、視細管封鎖のための、じゃあカルシウムとかリンはどこから来るかというと、歯髄の方からも来ますし、それからいわゆる口腔の方からも来るということで、特に歯髄の方から来るわけですね。カリエス処置でそこになんか象牙質残ってますから、歯髄の方からカルシウムがリンが視細管封鎖というのは、これはもう科学的に証明されてますから、除痛作用があるということになります。ありがとうございます。ありがとうございます。山根先生も大丈夫ですか、先生？大丈夫です。はい。じゃあ、ありがとうございます。山根先生、ご質問ありがとうございます。いいえ、勉強になります。ありがとうございます。で、塗布して、何週間か置いておくっていう、すぐにカリエス処置っていうわけではなくて、塗布して2、3週間置いておくっていうことですね。はい。すぐ処置するのは、ダメですよね。2、3週間、あるいは3、4週間でも置いとく方がいいです。それは、深いカリエスの場合でしたら、ちょっと歯髄に近いから気をつけないといけませんね。そうですね。深いカリエスの時は特に注意するという必要がありますね。塗らない方がいいですか、深いカリエスの時は？いや、塗って置いておくということが大切だと思います。構いませんか？歯髄に近くても。はい、大丈夫です。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、次の方が、本当に貴重なお話ありがとうございます。歯髄付近の、根面や補鉄のマージンに塗布する際、歯肉が一時的に白っぽくなるのはなぜですか？またサホライド、ごめんなさい。白っぽくなるのは、少し潰瘍と言いますかね、歯肉に潰瘍起こってるからなんですけど、それはすぐそうですね、場合によりますけど、2、3日、あるいはもう1週間もすればすっかり大丈夫ですので、そこにマイコ先生おっしゃりかけてたのを私は途中で言ってしまったんですけど、サポライドを歯肉などに付着しないようにということ、これは歯肉に付着しないようにというのは非常に難しいですよね。歯形部移植に塗布するわけですから。で、歯肉に付着してしまうような場合に、塗布しない方が良いか迷うことがありますということですけど、それは迷われる、ご心配することはありません。歯肉が白っぽくようになりますけど、すぐそれは回復しますので心配ないです。で、それで付着しないようにそこにワセリンなんか塗るようにという指示があったりすることもありますが、それもなかなか難しいことなんですよね。ワセリンなんかを塗って、そして歯形部の脂質そのものにそのワセリンがついてしまうと、フッ化ジアミンギが塗布しにくくなりますし、結局は歯肉に特別なことせずに、歯形部のところに、補鉄のマージンのところ等に、あるいは歯根面にフッ化ジアミンを塗布して大丈夫です。で、歯肉が白くなって潰瘍みたいになりますけれども、それはすぐ回復しますので心配はいらないというのが答えです。ありがとうございます。明確なお答えでした。じゃあ、歯肉はちょっと犠牲になってもらいますけど、それはすぐに、あれがあります、剥離がありますからね。そういうことですね。特に、口腔粘膜、歯肉は皮膚に比べて早いですし、ターンオーバーが。それほど心配する必要はないと、
これサポライドなんですいません、私訂正してなかった。で、どうでしょう、松田さん、今いらっしゃるかしら、ご本人。はい、はい、います。どうですか、のりこさんでしたね。はい、あありがとうございました。すごくよくわかりました。よかったです。まあそんな心配することないみたいな感じです。よかったですね。はい。これはね、本元の先生がおっしゃってるので、説明書よりも正しいと思って間違いありません、本当に。それはもう私たちラッキーのこの上ないことです。ありがとうございました。ありがとうございます。蛭間先生からのご質問で、サホライドで変化した脂質と健全脂質でアイオノマセメントの接着性に変化はありますかということなんですけど、はい、影響ありますか？はい、答えはありますです。それで、脂質とアイオノマセメントの接着性は向上するということが、証明されてます。ですから、フッカジアミン銀を塗って、脂質が変わりますよね。右色象結質に塗るんですけど、あとそれを右色象結質を取ってしまうと。で、その後、グラセオノーマセメントを充填するんですけど、その時、フッカジアミン銀作用されて、右色象結質の周囲に変化を起こしますから、そして、接着性は上がります。それが答えです。ポジティブな方に変化があるという、いい方に変化があるということですね。それは実験で証明されてます。じゃあ、蛭間先生、よろしいでしょうか。はい、有志で使わせていただいておりますので、引き続き自信を持って使っていきたいと思います。自信を持って、そうですよね。日吉歯科でももう長年そういう方法でやっていましたし、あと WHO でももう今スマートっていうアートから S をつけてスマートっていう方法でフカジアミン銀をつけてからアイオノマで塞ぐというねそういう非侵襲性の方法を推奨されていますし、まあ、そうやってやっていただけたらいいということですね。ありがとうございました、先生。ありがとうございます。ありがとう。この黄色い線、なぜか入って。ありがとうございます。ご質問ありがとうございます。あと、西野先生に対するフィードバックもまだまだありますので、また、これは大俊先生ってお読みするのかしら。すいません、間違ってたら。この次の先生のお話も、ご質問も次回で、受けて、それからまだ先生にお送りしましたけど、まだフィードバックありますので、そちらの方も、ご紹介していきたいと思います。どうでしょうかね。何か話したい人、小林さんどうですか？真紀子先生？はいはい。この大俊先生かな。はい。書いていらっしゃる光照射器を用いての還元、で、これを私モンゴルに行きました時もサホライド塗布した後光照射器で還元されてましたけど、それは全く害はないし還元するのでいいんですけども、私は光照射しなくても自然の光で還元しますので、子どもさんのチェアに、なんていうんですかね、いる時間を短くするために、私は照射せずに、そのまま返してました。で、照射していけないことは全然ないんですけど、してもしなくても還元するということです。そうですね。必要はないということで。特に必要はありませんね。そういうことなんですね。ありがとうございます。金属アレルギーの方にも使うことは可能ですかというご質問なんですが、西野先生、シルバーが使われてるってことだと思うんですが、どうでしょうか？私は問題があること、経験したことないんですけれど、そうですね。多分、金属アレルギーの方でも使えるんじゃないかと思います。
私自身が経験がないので、ねきちんとした答えができなくて本当に申し訳ないんですけれど。いえいえフッカジアミンギンで化合物になってるから大丈夫ですよね。別にそれがそうです金ね。属として、ジアンミンのは形い、になってます。はい、そうですね。何でも、はい。酸化ナトリウムとか、水酸化ナトリウムとかね、金属の化合物ありますけれど、まあ、大丈夫だと思います、私も。ありがとうございます。はい、すいません。きちんとした返事ができなくて申し訳ありません。ありがとうございます。でも、そういう報告も一つもないですしね。はありませんね。大丈夫ですね。はい。で、あとですね、おクイズめプロジェクトの、鈴木先生からちょっと教えてもらって、ある先生のフカジアミンギについての、ウェビナーを聞かせてもらったんですよ。で、その時に、この本を参考文献に出されて、フッカジアミンギン大世の手引き、1991年の、石役出版で、私も阪大に、西野先生も阪大でいらして、で、この著者の山賀先生は西野先生の指導教授でいらして、で、阪大の先生なんですけれど、私たちももう学生みんな、フッカジアミンギンは山賀先生が作ったんやって言ってずっと教えられてきたんですね。で、その、ウェビナーの先生も、日本歯科大学の直井先生だったんですけど、直井先生も山賀先生が開発されたって言ってて、この本を根拠に言われたんですよ。で、すごくこう、西野先生、つつましやかでいらっしゃるから、あんまり表に出されないのかもしれないんですけど、ちょっと誤解と言いますか、情報不足かなと思って、ちょっと先生にお聞きしようと思ったんです。はい。でこの山賀先生は、ええマイコ先生おっしゃるように、私の大学院時代の、ええ指導教授なんですね。ええで、私自身は、フッカ銀から、実際、フッカジアンミンギにしていったというのは、これは事実ですし、なんですけど、その当時はやはり、指導教授が、前に出るっていう形でしたから、はいね。はい。だから、吉田貞弘先生は、私の、小児歯科診療室で、診療させていただいた時の、指導していただいた、私の本当の恩師なんですね。で、吉田貞弘先生は小児歯科で、小児歯科医療を教えてくださった方。で、山賀先生は、大学院の時代の、指導教授になられるということで、山賀先生がいろんなところで、フッカジアン民銀の創始者みたいに出てるんですけど、事実はフッカ銀から作り出したのが私で、そしてその時にもちろん山賀先生とご相談しながらしていってるというのが事実です。X 線解説なんかするのは山賀先生理工の教授でしたから、理工学講座で、乳歯とか乳歯の象牙質エナメル質にフッカジアンミンギを作用させたらどういうものになるかということの証明なんかは理工で私がいたしましたので、そういう意味での指導教授ということですね。で、山賀先生はお歯黒なんかの研究を非常によくされていたので、お歯黒とフッカジアミンギと全く同じものではないんですけど、お歯黒もやっぱりタンニンで歯が黒くなるということで、似ているということで、よく混同されると言いますかね。そうですね。はい。その直井先生もそれをおっしゃってまして、お歯黒からヒントを得て、フッカジアミンギンができたというふうにおっしゃってたんですけど、事実は、ただ単に色が黒くなるっていうところだけの、あれなんですよね。そうですね。そういて、
共通点なんですよね。はい。で西野先生はその B プラントの科学者の方といろいろディスカッションしながらフッカジアミン銀にたどり着いたという。そうです、そうです。フッカ銀だと非常に安定性が悪くして、銀が沈殿したりするということで、ジアンミン銀、ジアンミンにすると非常に安定するなということは、東洋製薬、今でいう B ブランドメディコデンタルですけど、そこの方と、そこの社長さんとよく知り合ってます。だから、山本社長とおっしゃったんですけど、その山本社長としょっちゅう話し合いながら、なんとかならんかねということから、そこの科学者がジアンミンギの形にしましょうということで、試薬を作ってくださいました。先生がフッ素と銀とに注目されたっていうのは、もう先生の独自のアイディアだったんですか？そうですね。その当時、銀が硝酸銀の形で歯科に実際使われてましたので、そして銀のオリゴダイナミックアクション、微量で非常に、殺菌作用があるということを、自分自身も臨床で知って、習ってましたので、その銀と、それからフッ素も普通にフッ化物として従来使われていましたので、それを一緒にしようということで、フッ化銀を薬剤を買って実験を始めたということです。で、そういう実験を始めるときは、もちろん山賀先生なんか、あるいは、あれですね、製薬会社、東洋製薬と相談しながらやってました。その素晴らしいアイデアですね。そのフッ素と銀をつなげようっていう、別々に右色の抗菌作用と抗右色作用があるものをこう合わせようっていうのがすごい面白いアイディアですよね。そうですね。毎日毎日、乳歯の子どもさんの治療をしてましたので、なんとかならないかなというのは本当に毎日思ってたことなので、やっぱり銀というのを思いつきましたね。素晴らしいですよね。で、この医師薬出版に先生は著者で入られなかったのは、やっぱりその大学院生っていうことだからなんですか？ですかね。今ともう全然時代が違ってて、非常にフランクリースピーキング言いますとね、今の時代だったら、大学院生でも特許取るときは、一緒に入れなければならないんですよね。実際に研究した人だから。だけども、その当時はもう全く特許なんかにも、大学院生は全く入らないというか、入れないという、そういう時代でしたね。なんかだから特許とは全く関係がないという感じですね、私自身はね。山賀先生が特許ということで。それも納得がいかない。時代ですね。本当にこの間ね、大学院生弱い立場にいるって、今でもそうっていう話なんですけども、その先生の大学院生時代はもっともっとそうだったんですよね、きっと、ね。全くね、研究するだけみたいな感じで。そうですよね。で、これ1991年ですから、そのフッカジアミン銀が発売されて、1970年に発売されてから、だいぶ経ってからですよね。そうですよね。それでも先生に声かからなかったんですか？ですね。そうですか。こういう、なんて言いますか、情報不足のところを後世に残さないように、私も一生懸命いろんなところでお話ししていきたいと思います。で、これも今日、できれば YouTube に上げてね、大切なところだけでも上げて、そうやって、皆さんに本当のことを、事実をお知らせしていきたいと思いますね。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。で、どうですか、皆さん、ちょっとこういろんな
意外な点があるかもしれませんけれど、私ももう学生時代から、医局員時代から阪大では、すべてのチェアのテーブルにサフォライドがありまして、それで必ずこれは山賀先生が作ったんやっていうのをずっと言われてたので、西野先生が実際にやられた本人だっていうのを知ったのは2016年でしたので、本当に最近なんです。私も本当恥ずかしいことで。それを教えてくれたのは糸田川先生という、徳島の先生だったんですけれど、糸田川先生教えてくださって、私もそれ本当のことを西野先生からお聞きする機会を得ました。いや、私もマコ先生、非常に勉強させてもらいました。私自身は、40年間でそういうフカジアミになれる方経験してませんけども、絶対皆無とは言えないだろうなということを、今勉強させてもらいました。ありがとうございます。AGCL は確かに唾液の中のクロールと一緒になって、目に見えるんですよね。で、それは安定していると思いますけれど、桃井先生がおっしゃられましたように、B ブランドというメーカーですよね。メーカーが指示書で書いていることは、やはりしっかり守るということは大切だろうと思います。で、何かが起こったときに、メーカーの指示書に従っていないと、それはやはり使用者側の問題であると思いますので、私、桃井先生のご意見に全面的に賛成です。ありがとうございました。西野先生、僭越なこと申し上げて、本当に。いえいえ、とんでもないです。本当にありがたいです。ありがとうございます。で個人的には女性歯科医師とか女性歯科衛生士が留学して研鑽を積み日本に戻ってさらに活躍されている姿を知る機会はなかなかありません。しかも西野先生が留学された時代は今よりもさらに多大なご苦労があったのではないかと思いますので、留学に至った経緯や当時の苦労話を聞いてみたいと思いましたということなんですよ。今西野先生いらっしゃるかしら。はい、おります。おはようございます、先生。おはようございます。もう、いつもありがとうございます。これは先生、これ、一言二言ではきっと足りない、いっぱい私たちお話聞きたいので、またちょっと機会を設けてですね、詳しく聞いてみたいとは思うんですけれど、手短に、どうでしょうか、その経緯と当時の苦労話ということで。私はアメリカに留学したいなと思うのは、一番初めのあれは思いは高校時代に Go with the Wind 風と共に去りぬあれを読んだ時にどうしてもアメリカに行きたいなという思いはずっとありました。そしてそれはそのままで大学時代にその思いがあったのか、アメリカに行きたいなということで、ユニバーシティ・オブ・イリノイ U of I といいますか、イリノイ大学ですね、シカゴのイリノイ大学にマスラ教授のところで、マスラ教授は小児歯科の先生だったらすべてわかるんですけど、マスラシャワーの図というので、乳歯永久歯の成長発達の図というのが、私の大学時代もずっとマスラシャワーの図で勉強したんですけど、現在は日本小児歯科学会が日本全国の子どもたちで調査した乳歯の放出時期、それから永久歯の放出時期のも図になってますけど、いずれにしても50年前ですから、マスラシャワーということで、マスラ先生は非常に、小児歯科学の親と言われておりましたので、そこに留学したいと思って、それでアメリカに行きたいと思っていたので、いくつかの大学に、なんていうんですかね、エントリーをしたんですけども、マスラ教授がじゃあ来なさいということで留学させていただきました。
で、ただし、その、その時に私がもう大阪大学の助手でしたので、今では考えられないんですけど、国家公務員のオフィシャルパス、今は公務員であっても、すべて大学の先生方は一般のパスポートで行きますけど、私はオフィシャルパスで今も記念に取ってますけど、今は外交官の方しか持てないパスポートですけど、で、それでアメリカに行きました。で、ところが、増田教授からの、なんていうんですかね、グラントも全部いただいていったんですけど、ちょうど私が行った時に、戦争、何戦争ベトナム戦争ですか？ベトナム、そう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 。ベトナム戦争が勃発しました。で、そのために、まず、外国人の留学生研究者からカットされるということで、お給料がなしということになって、で、それは1ドル360円時代ですから、日本の、それこそ助手になってますから、お給料を送ってもらったとしても非常に苦しいんですね。で、そういうことは別に、増田教授に訴えたわけでもないんですけども、増田教授が、それは気の毒だということで、週休で雇うということの研究者にしてくださいました。私は週休で雇われたのは後にも先にもその時だけでしたけれども、それでずっと、1年間しかおれなかったんですけれど、で、私は2年目はニューヨークの方にもうグラント取れてましたから、ニューヨーク大学の方で、で、そちらに行きたいってということで、大阪大学の方に非常に強く訴えましたけれども、助手の身分でみんなに、留守されてますよね、大阪大学の方で。その方々に負担をかけながらの留学なんだ、研究留学なんだから、帰ってきなさいということで、1年間で残念ながら帰りましたけれども、いずれにしても、週休のお給料をもらったために、アメリカから日本に帰るときには、それはきちんと、なんていうんですかね、申請するんですね。お給料をもらってたということの申請して。で、そういう、手続きもして、帰ってきましたけれども。で、私は、イリノイ大学にいるときに、やっぱり、フッカジアン民議で、動物実験をさせてもらいました。で、動物実験の、イリノイ大学のアニマルホスピタルっていうのも世界でも優秀な素晴らしいホスピタルで、で、そこで、保存科の先生が、インプラントの実験しておられて、で、その方が猿で、抜歯してそこにインプラントをするという実験、そして、みずほちょっと来るかということで、で、一緒に行かせてもらって、そして、お猿の歯の抜歯をしたら、それがむちゃくちゃ上手ということで、私はその先生が、実験室、アニマルホスピタルに行かれるたんびに、水をきなさいと。そして行ったら一緒に抜歯するということで、でアニマルホスピタルで全く人間と同じような、ガウンも、全部消毒もしてするんですけど、お猿さんの歯をかなり抜いたということのエピソードがあります。以上ぐらいです。長くなってすいません。